はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2023年1月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。ウィンターセールも中盤に差し掛かり、年末が迫ってきました。皆さんお目当てのゲームはゲットできたでしょうか。今回も Steam ストアは年末とウィンターセールモードなので、リリース数面白そうなゲームともに少なかったですが、気になる作品をピックアップしてみたので参考にしていただければと思います。今回の動画が今年最後の動画となります。今年1年ご視聴いただき皆様本当にありがとうございました。来年も面白そうな新作を紹介していくのでよろしくお願いいたします。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにデス・イン・ザ・ウォーター2、水中を舞台にしたサバイバルホラー。ゲームは一人称視点で展開し、全編海の中である海中でただ生き残るために迫り来る脅威に立ち向かっていきます。美しく描かれた危険な海は常にプレイヤーの死を望んでいます。ミノカサゴ、ウミヘビ、様々な種類の人食いザメ、さらには死を誘う邪悪なセイレーンや古代のクラーケンといった神話上の怪物まで登場。食物連鎖の最下層とならないように難破船、洞窟、遺跡などを探索して隠された宝物を見つけ、強力な武器とアップグレードを使用して死の海で生き残りを目指すサバイバルアクション。デス・イン・ザ・ウォーター2は2023年1月リリース予定日本語対応の作品です。サイレンタウンの子供たち。ダークホラーテイストなミステリーアドベンチャー。物語の主人公は怪物が住む森の奥にある村、サイレンタウンで育った少女ルーシー。サイレンタウンは日中は穏やかで平和な村ですが、夜になると怪物の咆哮が響き渡り、時折住民が突然と姿を消すこともある不気味な村。好奇心旺盛なルーシーは村の仲間と共に森に潜む怪物や失踪した住民の謎を追っていくことになる物語。ゲームはポイント&クリックのアドベンチャー。サイレンタウンに住むちょっと変わった住民たちと出会い、村やその周辺を探索して手がかりやアイテムを見つけ、それらを使って謎解きやパズルに挑んでいきます。結末は複数に用意されたマルチエンディングシステム。独特で不気味なアートスタイル、それを引き立てる BGM が印象的なダークテイストのアドベンチャー。体験版もありますが日本語は未対応です。サイレンタウンの子供たちは2023年1月12日リリース予定日本語対応の作品です。ドラゴン農家。ドラゴンの背中で村を運営する牧場系シミュレーション。地上は竜の足跡によって頻繁に地形が変わってしまう上に、巨獣と害獣の巣となり人間が住めなくなった世界。人々は竜の背にすがり村を開拓し、農業はもちろん家事、釣り、裁縫、料理、調合、畜産と幅広い要素が盛り込まれ、自らの手で様々な素材を集めてアイテムを作り出し、自由に村作りを楽しめる作品です。主人公は記憶を失い、亀型竜グラントータスの通称グラちゃんの上で目覚めたところから始まります。そこで竜の巫女ヌナや竜協会の妖精ミミミと出会い、荒れ果てた村の再建を任されることとなり、居住環境を整え新たな住民を移住させ、仕事を与えより豊かな暮らしを目指していきます。またこの世界に存在する竜はグラちゃんだけではなく、火竜、風竜、氷竜など様々な属性を持った竜が存在し、いつの日かそれらの竜と戦う日もやってくるようです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ドラゴン農家は2023年1月12日リリース予定日本語対応の作品です。ローンルイン。廃墟となった遺跡を探索するローグライクシューティング。自身も魔法を使う冒険家である主人公が古代魔法の謎を解き明かすため、今や廃墟となった魔法都市の遺跡を探索していく物語。古の魔法使いたちが利用していた魔力の源、その上に建てられたという魔法都市ローンルイン。何千年もの月日をかけ朽ち果て今や廃墟となった魔法都市。そこに救う異形のクリーチャーと対峙しながらも、ローンルインに眠る古代の力の謎に迫っていきます。ゲームは斜め見下ろし視点のツインスティックシューター。リプレイ性を重視したという本作は何度もプレイしたくなるローグライクなシステム。
プレイスタイルに合った魔法を選択してアップグレードやカスタマイズで強化を施し、危険に満ちた遺跡を進み、押し寄せる敵の群れに立ち向かっていくローグライクシューティング。またサバイバルモードも用意されており、徐々に敵が強くなっていく中を生き延びるという挑戦的なゲームプレイもできるとのことです。ローンルインは2023年1月12日リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ディビジョン2、アサシンクリードバルハラ、アノ1800など UBI の Steam 復帰が続く中、名作ザ・ディビジョン2が Steam に登場。パンデミック後の世界を描くサバイバルシューター。生物兵器ドルインフルによるバイオテロに見舞われ、文明は崩壊。街中に犯罪者が溢れ返るワシントン DC を舞台に、プレイヤーは精鋭組織ディビジョンのエージェントとして秩序を守るため戦いを繰り広げていくことになります。ゲームは三人称視点でのエキサイティングなシューターアクションを楽しめ、ミッションをクリアしながらキャラクターをレベルアップさせ、より良い装備を探求するトレハン要素が醍醐味。ソロまたは最大4人、レイドでは最大8人での協力プレイに対応。ザ・ディビジョン2は2023年1月13日リリース予定、日本語対応の作品です。アクアティコ、海底を舞台にしたサバイバルシティビルダー。物語はそう遠くない未来世界。小惑星の衝突により世界は荒廃し、地上に住むことができなくなった人類は海底へと新天地を求め、深い海の中の未知な世界で数々の危機を乗り越えながらも、この厳しい時代を生き抜いていきます。プレイヤーは海底都市の市長となって、ドローン、潜水艇、水中ロボットを駆使して資源を集め、市民の居住施設や生産施設を建て、インフラであるパイプラインを接続し、都市を発展させ、海底都市を築いていきます。また多種多様なイベントを通して深海に秘められた謎を解き明かすストーリー要素もあるとのことです。体験版も日本語で遊べるので、気になる方はチェックしてみてください。アクアティコは2023年1月13日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。オーキュパイバーズ・ザ・ゲーム。火星を舞台にしたオープンワールドサバイバル。プレイヤーは植民地化プロジェクトの一員となって、生き残るために必要な水と食料と酸素やエネルギーを手に入れるため、謎に包まれた未開の地を探索し、拠点を築き、基地を少しずつアップグレードしていくことになります。従来のコロニービルディングと同じように、資源を集め拠点を建築し、探索範囲を広げ、基地を拡張していくといった内容ですが、本作は機械設備の修理が特徴的で、故障機器の電子基板をハンダ付けて修理したり、大型機器や車といった大型設備のアップグレードもロボットアームのようなものを使って部品を取り付けたりと、ちょっとした機械いじ的な要素が印象的です。ちなみに無料で遊べるプロローグ版の評価はやや好評。オーキュパイマーズ・ザ・ゲームは2023年1月リリース予定、日本語未対応の作品です。ゲートウォーカーズ、協力重視のサバイバルアクション RPG。 SF とファンタジーの両方を併せ持ったような世界観で展開する本作は、最大4人での協力プレイを重視した作品です。ハック&スラッシュのようなアクション RPG をメインにサバイバル要素を融合させたトップダウン視点のゲームです。プレイヤーは世界を救うために選ばれた数少ない精鋭であるゲートウォーカーとして、ゲートを通じてランダム生成された世界を進み、恐ろしいモンスターと戦い、様々な困難に直面しながらも異世界で探索とバトルに挑むことになります。本作は戦闘で生き延びていくだけではなく、生存を続けていくサバイバル要素が特徴。ステージの道中で入手できる資源を集めてクラフトで生存に必要なアイテムを作成していくことも必要となります。アクション RPG とサバイバル要素を融合させたユニークな作品。ゲートウォーカーズは2023年1月13日リリース予定、日本語未対応の作品です。スペースボーン2、 RPG 要素を取り入れた SF シューティング。リアルタイムに繰り広げられる宇宙空間でのシューティングをメインに、何千もの太陽系の惑星に降り立ち探索する RPG 要素を取り入れ、資源採掘、クラフト、ショップでの取引、宇宙海賊狩りなど様々な要素を盛り込んだ自由度の高いゲームです。本作の主な目標は、広大な宇宙を支配する銀河帝国を作ること。
どのように帝国を作るのかプレイヤーの自由。宇宙に存在する複数の派閥に所属するもよし、自らが軍隊を率いて銀河を掌握するもよし、宇宙の歴史に名を刻む英雄となるのか、名もなきスペースパイロットになるのかはプレイヤー次第。スペースボーン2は2023年1月14日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2023年1月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。年末とウィンターセールモードなので、リリース数、面白そうなゲームともに少なかったですが、気になる作品はあったでしょうか？冒頭でもお伝えしましたが、今回の動画が今年最後の動画となります。今年1年ご視聴ありがとうございました。来年も皆様にとって良い1年でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。